はい、始まりました。今回は大人気シリーズボロス編ということになりますなんか対抗色からやってるらしいんですけど、これ対抗色ラストということですね。そうです、対抗色最後になります。最後に持ってきたということはあんまり人気がないかもしれないですでも逆に人気がないということは、行動が伸びるかもしれませんなるほどはい、そういうなんかジンクスがあるみたいではいはい、はい、人気がない色の方がみんな知りたがってるっていうなぜかねそういうジンクスがありますんで、ただ単にやる人いないから、需要が寄ってるんじゃねえかって逆にどんななんだろうって興味があるっていうね、はい、ことがありますんで、今回はこれからボロスの逃走者を始めようと思ってる人におすすめのカードを10選になります。パチパチパチ。これはつまりウィノータの紹介をする動画ですか。ウィノータですよね、ボロスって言ったらなんですが、まず高いカードからご説明しますと、はい、フォーチュン、フォーチュンはドロー引けないから、そうね、必要ですよね必要ですね必要です、はい、フォーチュンは必要です。はい、あと結構アーティファクトが出る関係で、オパモとか、あった方がいいんじゃないかなっていう、まあ汎用ですけどね。ですね。あと厳かなモノリス、これがボロスが一番使うんじゃないかとはい、だからマナキバン弱いんだよということで、その3枚ぐらいがだいたい高いカードになってくるんじゃないかなということになりますかね。はい、であと、コンボの話なんですが、割愛させていただくコンボの話、短く説明しますと、僕の大好きな潜在能力のロック系とか、あとコルっていうやつがいまして、そいつの装備インストームっていうのが説明しませんが、あります。はい、あとは弱いですが時期関係、が弱いですが入ってきます。はい、であとはウィノータっていうコンボなのかっていうウィノータ、パッケージ、はいが勝ち筋、主な勝ち筋になるんですかね。なります。で今回はボロスあんまりよく分かりません。僕まだですかみたいなね僕実はあんまり逃走者のことよく知らねえっていうのがバレてきまして、はい、なんで今回もティームさんに説明していただくという形になります。はい、なので10枚お願いします。1枚目から。はい、はい、じゃあボロスのカードですね。はい、ですね、ボロス、はい、ちょっと色がですね、はい、この色の組み合わせって、はい、パーマネントの破壊とかは、はい、結構得意な色と。なるほどなるほど、はいはいはい。いうことにはなります。はい、ちょっとすでに笑うとるんですが、はい、その中で代表的なカード1枚選ばさせていただいています。はい、摩耗損耗っていう有名なカードですよね。分割カードです。はいはい、赤の方は2マナでアーティファクト1個破壊。はい、白の方は1マナでエンチャント破壊。どっちか片方使えるってことですよね。そうですね。結構いいですよね。そうですね。で1マナでエンチャント壊せる。はい。っていう部分だけ見たらエンチャント破壊としては優秀。かなり優秀ですね。はい。2マナでアーティファクトも壊せるモードもあると。はいはいはい。考えていただけると、かなりユーティリティ性高いカードなので、お守り程度に入れとくと。いうことでは有用なカードということになります。はい、次のカードに行きます。はい、で赤白ボロスの特徴的なところなんですけれども、装備品、装備品のサポートカードっていうのは結構多いですよね。多いです。ちょっと装備品自体が強いのかどうかっていう問題はあるんですが、少々あるんですが、パッケージとしてはかなりたくさんカードが用意されています。その中で選んだ1枚ということになりますが、ファイタークラスです。はい、クラスカードですね。クラスカードですね。でこれが出た時に装備品1枚を探して手札に加える。なるほど。2マナと。強いですよね。その時点でまず9大点じゃないですか。で一応これ一番強いところはレベル2のところで3マナでレベル2にすると装備能力を起動するためのコストは2少なくなる。強いですね。ここが一番優秀です。なるほどなるほど。装備品のがちょっと時代遅れになってきてるところっていうのは、装備コストが結構負担がでかいっていうところなんですよね。自分でテンポ崩しちゃうというところが問題なので、これで装備コストを2少なくするとその欠点は
カバーできます。なるほどなるほど。もちろんこれ自体割られちゃうとまあ確かにっていうところはありますが、これがレベル2以上で置かれている場合はテンポかなり良くなるので、その部分がおすすめといいですよねいうことになります。一応レベル3を説明しますか。レベル3はまあほぼ起動することないと思うんですけど、5マナもかかっちゃうんで、一応コントロールしているクリーチャーが攻撃するたび、クリーチャー最大1体対象としてこの戦闘でそれはその攻撃したクリーチャーを可能ならブロックする。ブロックしろってことですよね。そうね。まあ使うことないですかね。あんまり使うことないですね。でもまあ殴りジェネラルとかで強制ブロックさせることができる。強制ブロックさせることができるからワンチャン使う可能性もあるかもしれない。マナからした時。厄介なクリーチャーを処理するのに。使うことはまあできる。ということになります。次のカードに行きます。これも装備品関連のカードだし、このチャンネルではたびたび紹介されてくるカードなんですが、このシリーズは初めてのご紹介という形になります。巡航の聖騎士です。なるほど。こういった2マナ22のクリーチャーで装備品1つがあなたのコントロール下で戦場に出るたびに1枚引けますよ。で金属術達成していると装備コストが0になります。なるほどなるほど。というやつです。これももちろんドローが弱いんで基本的には、装備品に寄せることによってドローできるようになるというメリットが一つと、当然装備品の弱点である装備コストがかかるというところを補ってくれるという形になっていますので、装備品が重要な役割を果たすデッキになっているのであれば、もう必ず入ってくるカードと。ちなみにさっき装備品の産地の関係でありましたけど、持ってくる装備品で多いのはだいたい頭蓋骨締めなんですよね。ほぼ骨締めですね。で骨締めのコストが下がって骨締めが自動でいけるようになると。そうですね。サプリ台として使ってドローできるようになると。そうですね。ですよね。では次いきます。でちょっとですね、ゴロスという色はですね、ドローがだいぶ貧弱なんですね。なるほど。そこは正直もうごまかしようがないと。でもだんだん強くなっていくかもしれない未来はありますよね。そうですね。で、ドローが弱いということでご紹介させていただくんですが、アイ・オブ・ベクナー、僕の魂のアイ・オブ・ベクナーでございます。アーティファクトなんですけど、2マナのアーティファクトで、こいつが場に出た時にカード1枚引いて2点のライフを失う2マナワンドローのテーマでございます。こんなの入っちゃうんですね。で、これはあなたのアップキープの開始時に2マナを払ってカード1枚引いて2点のライフを失うを選んでも良いと。毎ターン2マナ払えば追加でワンドローできると。能動的にドローができるカードってことですよね。そうですね。本当にこれなのみたいなレベルの話をしてると思うんですが、こいつはね、ゴロスだと結構優秀なドローソースです。カードが引けないデッキだともう全てのデッキに入ってくるんで、僕拡張ホイール持ってます。では次のカードいきます。で今ドロー弱いっていう話をしたんですけれども、マナ加速も結構弱いんですよ。なるほどなるほど。もちろんハトバとかね、そういうのは要している色味なんで、だから厳かなモノリスが必要になってくるんですよね。そうですね。その流れで紹介させていただく1枚なんですが、顔壊しのプロです。結構 C でも入ってくるようなよく使われてる感じですよね。周りにはもうワンコイン以下だと思うんで。そうですよね。こういった赤1の不得点2の3マナ。で232ハックのクリーチャーです。こいつはあなたがコントロールしている1体以上のクリーチャーがプレイヤー1人に戦闘ダメージを与えるたびホームストークンを1つ生成します。ホームストーク出されると。そうですね。これはこの書き方っていつもややこしいんだけれども、一応だから2人以上にダメージを与えたら、なるほどなるほど、2個は出るんですよ。なるほどなるほど。プレイヤー1人につき1個出るという形になります。一応ドローが弱いところを補う効果もついていまして、情報もつ1個生贄に捧げると衝動ドローできますので。なるほどなるほど。こっちの効果皆さん忘れがちなんですが、なるほどなるほど。意外と使うことあるんで。なるほど。覚えておいてください。ドローができないデッキでは結構使うってことですよね。そうですね。なんならホームラン余ってるから結構。で次のカードに行きます。これもドローが弱いという流れでご紹介させていただくカードの1枚になるんですが、ソウル&ホッタン・グレンソンというカードです。コンスピラシー収録のカードですね。なるほど。こいつ赤2マナで22で、あなたがコントロールしているクリーチャー1体がプレイヤーに戦闘ダメージを与えるたびに効果を2つのうち1歩選べると。
いう能力を持ってまして、1個はですね、1体を対象として思想する。大変だこれ、思想カードですか。そう、思想として有用だってことですよね。いやこの思想のモード使ってる人見たことないんだ僕好みなんだけどな、思想。でもう一個の方が基本的に使われるもので、そのプレイヤーのライブラリの一番上のカードを追放してターン終了時まであなたは任意のマナを望む色のマナであるかのように支払ってそのカードを唱えられると。相手衝動ドローっていうことですね。相手のライブラリを衝動ドローします。でも一応パクれるっていう意味では見るしてるみたいな感覚ですよね。そうですね。だから一応コンボカードが吹き飛べばいいっていう部分もあるので、もちろんそうですね。全然ありですよね。なんなら相手の指輪パクれるかもしれないし。指輪高いっすね。指輪入りますよボロス、よく考えたら。そうね。確かに。高いカード指輪っすよ。はい。で次のカードに行きます。ボルスの色味ですね。結構統率者依存は高いデッキが多いですね。なるほどなるほど。で統率者守んなきゃいけません。かといって打ち消しとかを要しているような色ではありません。なるほど。なので飛来心的なクリーチャーを使っていくということになるんですけれども、よくある白系のですよね。そうですね。でその中の1枚と心優しきボディーガードです。なるほど。こいつなのみたいな話はこれなくはないんですが有名なので言いますとルーンマザーみたいなそうですね。とこですよね。ただちょっとルーンマザーだと定番すぎるんで、ちょっとひねらしていただいたというところなんですけれども、こいつは白1マナの11のクリーチャーで、こいつを生贄に捧げるとあなたがコントロールするクリーチャー1体を対象として選んだ1色のプロテクションを得るという能力です。こいつが優れているところは、起動にタップ能力含まれてないので、なるほどなるほど。召喚用意してても関係ないと、そうですよね。いうところです。なので同じターンにこいつ先に出して、その後で守りたいクリーチャー出して、っていう運用が可能なので、なるほどなるほど。そこがルーンマザーよりも優れている点です。ルーンマザーはタップしなきゃいけないですからね。そうですね。先に置いとく必要があります。ということでご紹介させていただきました。で次のカードに進むんですが、ボルスはですね、クリーチャー展開していきます。そうなんですね。なるほど、横展開していくんですね。基本的には横展開していきます。1体ですごい強力なクリーチャーっていう感じの色味ではないです。そうなんですね。なるほどなるほど。横に並んで集団で殴っていく。ミノータみたいに。そうですね。もうなんかボルスっていうミノータみたいに頭になってると思うんですけど皆さん。なので全除去には弱いです。なるほど。毒のきついですね。きついですね。さっちゃうときついんですよ。でそういうのを防げる1枚となるほど。ことになります。フェイズアウト以外でウェザーライトの英雄ジェラードです。こいつはボルスの2の4マナで3/3先制攻撃と、その辺のスタッツは割とどうでもよくて、能力が重要なんですよね。能力が重要です。こいつが死亡したとき、これを追放してあなたの墓地にあるアーティファクトやクリーチャーであってこのターンに戦場からあなたの墓地に置かれたカードを全て戦場に戻すと。なるほど、すごいですね。いう能力がついています。こいつはお亡くなりになった上に追放されますが、そのターン死んだクリーチャー、あと墓地にいたアーティファクト、全部戻ってくるという形になりますので、熱が1で切ると。なんかよくあるやつで3つの束に分けてありますよね。3つの束に分けて、なんかその1個ランダムで生贄に捧げなきゃいけないっていう時に、こいつがいると全部自分だけ帰ってくるっていう八百長みたいなことしてるやつね。いますよね。運命の気まぐれですよね。運命の気まぐれね、ありますよね。ありますあります。運命の気まぐれと2枚コンボですか。そうですね。しかも楽しそうっていう。なかなかいいカードではあります。逃走者として指定するとそういうことができます。できますよね。次いきます。面で殴っていくという話になるんですけど、面で殴ってきますので、当然再戦闘ね。再戦闘してくるでしょボロスは。なるほど。しますよね。俺たちのカーラック入ります？俺たちのカーラックももちろん入りますが、一応これボロスの紹介なので、ボロスで再戦闘とは何ぞやということになるんですが、最も優秀なと思われるもの、先導者オレリアです。こいつは6マナです。6マナですが、飛行警戒速攻を持ってまして、で各ターン最初に攻撃するたび、アンタップして再戦闘するという能力です。なるほどなるほど。こいつが優秀なところは、こいつはカーラックと違って自分自身行かなきゃいけないんだけれども、速攻持ってる、ちゃんと速攻を持ってるので、いけますというところになります。
でもちろんこいつを使ったコンボなんかもまああります。一応ミドシオケンとコンボですよね。そうですね。はい、はい、で最後のカード10枚目のカード、はい、のご紹介になります。はい、ボロスって結局のところですね、はい、打点で勝つと。そうなんですよ。殴って勝つんですよ、ほぼ。はい、ほぼ。はい、暴力です。はい。で、はい、暴力の権限みたいなやついるんですけど、はい、それをご紹介させていただくんですが、はい、黄金矢の刃ギセラ。うわ、俺が一番好きなカードボロスで。はい。はい、こいつは白白赤4の7マナ。7マナ、はい。さすがに重いです。7マナですが、はい、55です。はい、で、飛行先制攻撃です。はい。まあそこまでは普通です。はい。7マナにしては大したことない能力だということになっちゃうんですが、はい、こいつはですね、はい、対戦相手側の発生源のダメージは半分になります。はい。で、私が発生源のものは2倍になります。やばいですね。相手は全部半分になって、はい、こっちは全部2倍になるっていう、はい、実質4倍のカードですよ。それはちょっと違うんだよな。はい、まあちょっと圧倒的な戦力差になりますということです。はい。はい。かなりこいつは僕ボロスやってみたいなと思う理由としてこいつがいるっていうことで存在があるんで、でもこれね統率者に指定するとちょっと地雷すぎてやばいですよね。はい。中に入れたいですね。中に入れる。でもサーチはできないっていう。いやサーチ結構できるよ。あ、できるんですか？だってほら伝説のサーチはいっぱいありますから。あ、なるほどなるほど。伝説サーチみたいなのがあるんですね。そうですね。なるほどなるほど。はい。なるほど。みたいな形で使っていくかも。そんな感じで10枚選んできました。はい。いやどうですかね。異論反論ありそうですかね。ちょっと厳しいかも。結構ボロスのカード10枚選ぶの大変でした。ちょっとボロスってね役割が尖ってるんですよね。だからボロスもし使ってて好きだっていう方はもうぜひボロスこれがあるっていうのをコメントしていただいて、ミノータ以外で指摘していただければなと思いますんで、はい、はい、あとチャンネル登録お願いしますということで今回の動画は以上になります。はい、おしまい。